さーて届いた。これで223系の旧製品をムキムキにしちゃうぞ。なんだ、夏ギフト？変態室内灯でおなじみのジオラムーバーさんがね、新製品作ったからぜひ使ってみてって言ってくれたの。おお。で、223系ってのは？じゃじゃん。2年前に藤沢のホビーオフで買った4両セットがあるんですよ。お前がポンと長尺買うなんて相当じゃん。買い値5500円とか？3300円。やーす。でもね、ジャンクだから部品があったりなかったりするし、全体的に薄汚れてるし、室内灯は色も違えどちら塗るをみたいな感じで、まあとにかくジャンクの称号を欲しいままにしているわけですよ。なるほどな。じゃあ、今回はそれをジオラムーバーさんのデバイスでムキムキにしようと。そういうことです。では早速、ヘッドライトブースターから試してみましょう。なんその強そうな名前のは。ポン付けでヘッドライトを上点灯化できる神アイテムですね。ポン付けで？そう、電子工作不要でね。仮想の DCC フレンドリーの車にはさ、それ用のインターフェースがあるわけですよ。そこにこのブースターを差し込んであげると、それだけで工事完了。電車が上点灯になります。このクソ怪しいチップを差し込めばもう上点灯化完了ってこと？そうなんですよ。ほら見てください。今つまみを回してるんですけど、もともとついてた室内灯が明滅してるのに対して、ヘッドライトはそのままでしょう。ほんとだ。マジで微動だにしないじゃん。それになんか、低出力時も結構明るく光ってくれんのね。ブースターの名に偽りなしですね。さらに、消灯時もプシュンと消えて余韻が残ります。一気にリッチな感じになったな。一応比較用にジャンク購入時の状態はこんな感じ。出力と同期しちゃってますね。まあ旧製品だしな。そんなわけでこちらのヘッドライトブースター、まずは加藤さんの DCC フレンドリー車両からのリリースとのことです。原理上、DCC フレンドリーの車両じゃないとポン付けできないのと、DCC 環境での動作は想定して作られていないってのが注意点ですかね。なるほど。DCC 用のインターフェースを勝手に使ってるだけだから、あくまで動くのは DC 環境のまんまってことね。要するに差し込み口としての DCC フレンドリーが必要ってだけで、いきなり車両が DCC になるわけではないよと。そう。だから、こんな風に普通にパワーパックから給電しちゃって OK ってことですね。なんだそのパワーパック。なんとこちら、モバイルバッテリー給電で N ゲージを走らせられる神アイテムです。マジ？モバブから？ PD 対応のモバイルバッテリーから、タイプ C で電源を引っ張ってこれるんですよ。始まったな。入力はタイプ C だけですが、出力は K と T のダブルスロット。ファイントラック環境のサテクでは、こんな具合に接続すればそれでいいわけです。うわぁ、コンセント引っ張り回さなくていいのはガチで便利だな。あれでも、卓上で軽く済ませる程度なら角型 9V でよくない？でもこれ速度調節できるし、なんなら上点灯にも対応してますよ。じゃあ本当にパワーパックじゃんこれ。そんで短絡保護はもちろん、落下検知と電圧切り替え機能まで有する高機能ぶり。だってこれ、普通にタイプ C で給電できて小回りの利くパワーパックってことだべ？まあ製品名がモバイルコントローラーですからね、そのまんまですよ。これでよか税込み9000円だって。ゲームチェンジャーすぎだろ。電源とフィーダーは付属しませんが、にしたって凄まじいコスパです。だから今回から戦闘試験は全部これでやりますよ。そりゃそうだ。そしたら、給電環境はこれでいいでしょ？ほんで電灯も上点灯にした。じゃ室内灯だべ。今これどうなってんの？なんかよくわかんないんですよね。白かったり黄色かったりして。チューリップじゃねえんだから。変態室内灯2に変えちゃいましょう。2なんか出たんだ？拡散に有利な白基板になったのがわかりやすい変更点ですね。あと、長期間使用時の汚れにくさが改善してるらしいです。あれにまだ改善の余地あったんだ。というわけで早速組み込んでみましょう。なぜか M 社には室内灯が入っていなかったので、まずはここから、車端部に F 型終電シューを差し込んで、本体のネジに終電バネを巻き付けたら、仮り合わせしてサイズ感を確認して、ちょうどいい位置で V カットに従い縁折って、今回は点付けするからスポンジ両面テープを用意して、適当なとこに貼ってあげたら、さっきのサイズ感を元に点付けして、そのままボディをガボッとはめてあげれば、はいこの通り、めでたく室内上点灯仕様になりました。M 社なのに動いてなくても光ってる。あと白基板になったからか、拡散具合が良くなった気がするね。そうですね。なんかふわっとした感じで。そんでまあ、今回もモーターがうるさいわけなんですが。まあ格安ジャンクですからね。動くだけありがたいってもんですよ。でもテックないのも確かなので、今回もジオラムーバー製のコアレスに換装しましょう。旧製品のモーターをコアレスに変えちゃって問題ないの？大丈夫だってさ。というか僕がテスターになればいいだけですし。それはそう。ま、N ゲージ経験の浅い僕でもできるので、皆さんなら余裕じゃないですかね。そんなわけで交換完了、以外差し運転オーバー。相変わらずバカ低速効くようになるな。静粛性も相変わらずですね。もう洗車でもしたらいいんじゃない？まあこの速度なら洗車機も余裕でくぐれるでしょうね。こんな感じで、もしお家にモーターがうなっちゃってる旧製品がある方は、ジオラムーバーさんのコアレスに乗せ替えちゃうってのも選択肢に加えてみてくださいね。というわけで、残りの車両にも順次室内灯を組み込んでいくわけですが、いざ光らせてみると、なんだか汚れが目立ちますね。まあ3000円のジャンクじゃね。こりゃもっかいばらして掃除だな。ですね。
そんでバラしてガラスやらを磨いたわけですが、なんかもうここまでするなら、他の部分もいじっちゃおうかな。ええやん。それじゃ手はじめに、読みレンズでも入れますか。ついに、プリズムカットプリキュアからの模型用ハイグレードで固定、もはや説明は不要でしょう。ほんで、適当な水性マーカーでフォグの色を塗ってあげれば、こうなるわけですか。やっぱマテリアルの輝きは違うね。ニセコの車と比べると全然違いますね。そしたらお次は前面のカプラー周りをなんとかしましょう。まずは何らかの接着剤が凝固しているスカートから手をつけます。ジャンクだね。接着剤もろとももろもろをひっぺがしたら、ハイパーカットソーで床板を粉砕します。あら大胆。そしてちょうどいい位置を見繕ったら、突起をカットした JC7271 をゴム系で接着し、今度はそれを足がかりにして、さっきカットしたスカート受けを再設置します。その後ゴム系特有の柔軟性で位置を微調整したら、純正銅受け上部のピンがあるところをうまい具合に切り出して、針みたいな要領でくっつけてあげます。そしたら一応機能は元通りになるわけか。強度はバチボコに下がりますがね。まあ、受けさえあれば新ロットのアッシースカートもこう、ポン付けできるわけです。仕上げに先頭台車の前側にある突起をカットして、もろもろを組み込んだら、こんな感じのお顔になるわけですね。なんかシュッとしたな。さてお決まりのパワフル TN 設置ですが、原型をとどめてるだけまだマシでしょう。まあ形にはなってるしな。ちょっと胴受けの位置が低い気がせんでもないが。まあ僕は N ゲージエンジョイ勢なのでね、ついでにドアステもイーフィーに行きますよ。今回はシンプルに汎用 W の広告なしでまとめました。まあないよりはマシでしょう。というわけで、これでまあある程度はムキムキの V 編成ができたということで。ディティール加工は控えめだけど、なんせハード面がガチムチになってるからな。ほいじゃ、ジョックラシ運転してきます。変なもん買ってくんなよ。京急買っちゃった。だって安かったし、塗装済みキットの完成品が動力込み2500円は普通にしょうがないですよね。というわけで、臨港バスに揺られてトレッサポポまでやってきました。買ったばかりの文鎮動力1500を試走させてみましたが動作はご覧の通り。車輪は軽く清掃したんですが、まあね、こうなりますよねって感じですね。一方で、電装系をジオラムーバー製デバイスに乗せ替えたムキムキ223系はどう振る舞うのか？いざ、実装です。あれ？なんか、平気だ。ものともしていない。路面はさっき1500を走らせた状態のままですよこれ。そして角付きとちらつきの難所であるポイント通過はどうか？コアレスらしい低速のままジョイントをまたいでいく。これは厳しい条件。しかし2両目3両目と、ことも投げに通過していく。動力車の挙動は愚か。ここまでちらつきはゼロ。危なげなく4両目もポイントに差し掛かる。このまま通過してしまうのか？渡り切った後のジョイントをまたぐ。さあどうだ？いったー。223系4両編成。まさに V 編成だー。さあ続いて検証映像です。同じくリップ内で2編成を走行させて、環境の公平性を証明しましょう。さあまず定位側から分鎮動力1500が出ていく。ポイント通過後はドッカンターボだ。自動分岐器速度制限機能対応品だったか。そして223系は待機、パワーパックの都合で上点灯にはなってはいないが、それでもこの輝き、ドンガメ速度のまま再びポイントに挑む。速度はさっきよりも気持ち低いか。それもそのはず、パワーパックのつまみは45度、それでもコアレスモーターは回転をやめない。さあどうだ悪魔の Z ならぬ筋肉の V。この速度でこのポイントは模型的にさぞ厳しかろうというもの。しかしチンタラと、まるでホームをダバに塞がれているかのように、一向に急ぐ素振りを見せず、振る舞いは依然ずぶといまま。それでいて明るさが変わらない室内灯通は高々と輝いている。気の遠くなるような速度でもなお、光量は変わらず一定のまま。これは実感的だ。ここで2両目の室内灯がダウン。しかしすぐに復旧だ。ずぶと多い。低速ポイント試験の次は停車テスト。電圧の変化を前に変態室内灯は一定光量を保てるか？もう満タイ。停車がこうなら発車もこうだ。明るさが変わらないの何恥じぬ挙動。急発進の姿もどこか優雅だ。ヘッドライトブースターの挙動も安定そのもの。この世の終わりみたいな速度でも光量はピカイチ。さてこの V 編成は今やびっくりするくらいムキムキだ。ここで室内灯をきらめかせて流せる喜び。その優雅な走りに、各部の汚れ具合に思わず絶句した。4両3000円ジャンクだった頃の面影は皆無。この光、この安定性、ジオラムーバーデバイスの性能はマジだー。今回紹介したジオラムーバーの製品は、いずれも2026年のジャムで入手が可能になるとのこと。出店1は E12、脇役クロちゃんさんとジオラムーバーさんの合同ブースだそうです。そして通販は今のところ、コアレスモーター化キットと明るさが変わらない室内灯通が Amazon にて販売中。他はジャム以降でおいおい対応予定とのこと。最新情報はぜひジオラムーバーさんの X にて。てなわけで、今回はジオラムーバーさんの新作を、サテクそしてトレッサ横浜からご紹介いたしました。まあ走行動画を散々流しておいてこういうのもあれなんですが、個人的に一番刺さったのはモバイルコントローラーですかね。あれマジで神。あと僕自身はジャムにおりませんので、一応ご案内まで。じゃ、寄り道して帰ろっと。